1894年開業の満庭ホテルへ宿泊します。かつてはジョン・レノンや小野陽子が気に入り、毎年長期滞在したクラシックホテルです。政治的な会談の場としても利用され、田中角栄元総理と米国のヘンリー・キッシンジャーが1972年に日中問題や日米経済関係などについて打ち合わせしたこともありました。歴史的価値のあるホテルですが、130周年事業として2023年1月より約1年半の大規模改修を行っていました。そしてようやく2024年10月にリニューアルオープンしました。これまで何度も宿泊させていただいた思い出あるホテルです。今回は以前の満庭ホテルからリニューアル後の満庭ホテルの変化に焦点を当てて紹介したいと思います。まず外観ですが、以前とほとんど変わっていません。木々に囲まれた落ち着いたホテルのままです。奥に見える以前からある赤いポストの点在です。過去の満庭ホテルと比べて植え込みの高さが低くなった気がします。掛けテラスの様子が伺えるようになっていました。以前は掛けテラス利用時に外の景色が見えなかったので、個人的にはいい変化です。テッド OK の看板も明記されるようになりました。ロビーを見てみましょう。一見すると以前と変わっていないっぽいです。ロビーラウンジの椅子やついたてなどは以前と同じです。カーペットのデザインとカフェが少し変わっています。フロントもほぼ以前と同じです。変化は奥の鏡の数が減ったのとフロントデスクが新調された程度です。本日は愛宕館の温泉テラス付きの客室へ宿泊します。客室へ続く廊下が以前と違う気がします。ここにエレベーターはなかった記憶です。リニューアル前は売店があった位置にエレベーターがあります。近くにコンビニがないので、この売店には助けられました。エレベーターも真新しい。ここはアルプス館です。ここから廊下つながりで愛宕館に行けます。床の色が明らかに違っています。急にモダンなホテルっぽい廊下に変わりました。後から紹介しますが、壁の展示物は資料室にあったものです。今は資料室がなくなって喫煙所に変わっています。愛宕館の廊下がきれいにリニューアルされています。以前は老舗ホテルのような廊下でした。この廊下をずっと進むと薄い感があります。愛宕館の客室に到着です。客室の番号も可愛いデザインに変わっています。客室の鍵はカードキーにアップデートされています。外資系高級ホテルの客室みたいです。45平米の客室には温泉、テラス、リビングがあります。天井の照明は以前からホテルで使用していたものっぽいです。テレビも埋め込み式の最先端モデルを使用しています。なお、以前の愛宕館の客室はこんな感じでした。全く別物に生まれ変わっています。新しくできたテラスを見てみましょう。10平米ぐらいの小さなテラスです。
目前の森から鳥のさえずりが聞こえてきます。森林浴をしましたが、とても心が落ち着きました。万帝ホテルのリニューアル最大の目玉、温泉へ向かいます。まずは脱衣所。以前は広い客室でもユニットバスみたいでしたが、リニューアル後はおしゃれに変わっています。アメニティもイギリスのモルトンブラウンを採用しています。かなりの高級品です。ちなみにリニューアル前もタンなどの高級アメニティを使用していました。歯ブラシなどは環境配慮型です。ドライヤーの袋がキラキラしていて気になります。いいかですね。トイレも TOTO 製の高級モデル。表面加工の入り口を通って温泉へ。リニューアル前は軽井沢のホテルにしては珍しく温泉がなかったです。リニューアル後は塩沢温泉から源泉を引っ張ってきています。泉質はナトリウム、塩化物、炭酸水素塩温泉です。源泉を循環させており、24時間入り放題です。なお、温度は43度とかなり熱め。その場合は加水バルブを使えば温度を下げられます。温泉に入りながらテラスの景色を見られるのもいいです。シャワーはレインタイプと通常タイプの2種あります。床のデザインにもこだわりを感じます。テレビにも一工夫があります。左右に角度を変えられるタイプになっており、ベッドの上から視聴可能です。ちなみにベッドはシモンズ製。インテリアもモダンですね。照明制御やコンセントも最先端です。タイプ C の給電ができるコンセントは珍しいです。キャビネットの中には何が入っているのでしょう。桜の模様が綺麗です。まずはミネラルウォーター。神奈川県の足柄の水ですね。ホテルでよく使われているものです。足りなくなればフロントでもらいます。ワインやウイスキーは有料です。ただ、ホテルにしては良心的な価格設定だと思います。コーヒー、TWG の紅茶や緑茶です。これも足りなくなればもらえます。スナック類も有料。冷蔵庫の中身も有料ですが、軽井沢のビールも500円ならそんなに高くはないです。テーブルの上には軽井沢を紹介する雑誌。ソファーも座り心地が良かったです。照明に和の要素を取り入れているところが良いです。こちらはクローゼット。意外と見逃せないグッズが入っています。温泉分析表はいいとして、万帝ホテルオリジナル便箋です。デザインが可愛くて持ち帰りました。あとは金庫とパジャマですね。パジャマはターンダウン時に出してくれます。もう一つのクローゼットにはガウンとスリッパ。万帝ホテルの紙袋も入っていました。これからリニューアル前後で変化したところを見ていきます。スタッフはブライダル関連に力を入れたとおっしゃっていました。アルプス館とアタコ館の廊下には使用室に買ったポスターがありました。
過去のものを大切に保管しているのは非常に好感が持てます。2階のエレベーター前です。以前はアルプス間の客室だった場所なので変わった作りです。客室の窓際だった場所ですね。1階を見ていきましょう。以前のガタンと音を立てていたエレベーターとは別物。エレベーター前のステンドグラスはリニューアル前のカフェにあったものです。ここは以前何もなかった場所ですが、ブライダル向けのスペースや部屋が新調されています。披露宴の待合室のような場所です。披露宴向けの部屋、楓です。8択 ×4 席なので小規模向けですね。ちなみにここはかつて愛宕館へ向かう廊下があった場所です。待合室のような場所から外に出るとバンケット、桜があります。以前は森の一部だった場所です。続いてロビーを見ていきましょう。左から順に時代が新しくなっていく様子を描いたステンドグラス。ロビー自体は変わっていませんが、カフェが変わりました。以前はステンドグラスと京料理や遊女庵があった場所が売店になっていました。リニューアル前はこんな感じです。以前は遊女庵や万山楼など外部の店舗も入っていましたが、ホテル直営のレストラン、カフェのみに絞ったようです。売店の中を見てみましょう。万帝ホテルのオリジナルグッズが並んでいます。ここのパウンドケーキは美味しいです。ロイヤルミルクティーやアップルパイなど万帝ホテルの名物を詰め込んだクッキー、客室のアメニティが販売されています。スタッフに伺ってメインダイニングを見せてもらいました。リニューアル前とあまり変わっていないように見えます。見比べると天井の照明が減っていますね。こちらはテラス側の席。中庭を眺めながら食事できます。中庭もおしゃれな感じにリニューアルされています。奥に見えるのがブライダル用のスペース、ケヤキです。朝食後やカフェの後に中庭でくつろぐと心地いいです。さて、昔は資料室があった場所へ向かいます。そういえば道中にバーがありましたね。ここはリニューアル前と変化なしです。本当に資料室がなくなっています。奥にはファミリー向けの客室があったはずですが、それもなくなっています。代わりに喫煙エリアができていました。今歩いてきた廊下のリニューアル前です。昔は館内に喫煙所がありました。そういえばトイレも。ここが資料室でした。万帝ホテルの歴史を残す展示物が並んでいますが、今は喫煙エリアに変わってしまいました。
展示物が見れなくなったわけではなく、廊下などにインテリアとして飾られています。いろんな場所に散りばめられているので、宿泊時に探してみるのも面白いと思います。館内散策をして買い物をしていると夜になりました。少しだけ客室で休憩してから晩ご飯へ向かいます。鶴屋で購入した軽井沢ビール。客室はターンダウンされていました。パジャマとスリッパが出されており、就寝前のチョコレートもありました。大阪から車で来たのでようやくビールが飲めます。信州ワインも初めだけ。満亭ホテルの弱点ですが、周囲にお店が少ないです。軽井沢駅から 2km 程度離れた旧軽井沢に位置しており、最寄りのバス停からホテルまで924メーターあります。とはいえ、15分も歩けばレストランがあるので大きな問題ではないです。旧軽井沢は人気のエリアなので飲食店が混雑しています。事前予約しないと長蛇の列に並ぶことになります。採れたての野菜がうまい川上屋の本店で食事します。蕎麦屋ですが、野菜を食べるために訪問しています。きのこの天ぷら、季節野菜の揚げ出し、サンマのそば味噌ソテー、鶏もも肉の炭入り塩焼き。胃に優しい食事でした。気のせいかもしれませんが、軽井沢に来ると体調がいいです。温泉にゆっくり浸かって就寝しました。おはようございます。メインダイニングルームで朝ごはんをいただきます。基本はアメリカンスタイルですが、和食へも変更可能。テラス席で中庭を眺めながら食事したかったので、席を用意してもらっています。無事にテラス席を確保できました。中庭を眺めながらの朝食は最高の目覚めです。朝食のラインナップ。軽めの内容でランチに影響が出ないので助かります。オレンジジュースとサラダ。ヨーグルトとフルーツ。焼きたてのパン3種。上質なバターやジャムも一緒に。洋食の朝ごはんとしては理想です。オムレツを作ってもらいました。ふわとろの仕上がり。おはようございます。食後のコーヒーです。カップやお皿のデザインは以前と同じですね。のりたけのオリジナルです。温泉がない古いなどの課題をしっかり解決したリニューアルという印象でした。価格は上がってしまいましたが、軽井沢に来たら必ず泊まりたい、そう思える宿になっていたと思います。